2022年は本当にありがとうございました。2023年もよろしくお願いいたします。さて、2023年、戦争のない世界をみんなで作りましょう。今も世界では戦争が続いています。軍備の拡大も加速しています。お急ぎの方は1分間だけ私に時間をいただけますか？最初に要点を話します。戦争の原因は独裁者だったり、領土の拡大だったり、宗教や民族の対立などいろいろな原因があります。本当の原因は分かりませんが、どれも人間が関わっています。まずはあなたの幸せが基本にあります。そしてその上で幸せが同調するという科学的な根拠によって世界平和が達成できるので、あなたに協力していただきたいと思っています。はい、ここで1分ぐらいでしょうか。見ていただいてありがとうございます。ここからはゆっくり話をします。改めましてこんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正也です。過去の動画でもお伝えしていますが、世界平和の話をします。とても重要なので、たまに動画を作って繰り返し呼びかけていこうかと思います。さて、まずは世界情勢です。いろいろな戦争があります。内乱もあります。武力衝突がなくても、国によっては政治的な制約によって自由がない場合があります。昔から言われている、いわゆる陰謀論というのは聞いたことがありますか？戦争というと、ロスチャイルドや CIA、300人委員会、イルミナティ、フリーメイソン、国際金融資本、ディープステート、Q アノン、まだあるかな、いろいろとあります。アメリカの1ドル札のプロビデンスの目など、なるほどと思いますが、真偽は不明です。他には、ECB 欧州中央銀行、ビルダーバーグ会議とか、世界のトップの集まりについては大体陰謀論が出ていますね。通貨で言えば BIS 国際決済銀行やアメリカの FRB の実際の支配者は誰なんだという話題もあります。国際決済システムの SWIFT や中国の CIPS の行方も気になる人が結構います。それと多分陰謀論の中に含まれるのはケムトレイルとかアドレノクロムの話もあります。そういう話題に興味のある人は宇宙人や地底人の話もしているイメージがあります。アンドロメダ星人とかレプティリアンとかいう話ですね。地球は丸ではなくて真っ平らだという人たちもいます。その方々はカーナビの動作をどう説明するのかは分かりません。普通に生活をしているとこういう話は聞いたことがないという感じだと思いますが、ロシアによるウクライナへの侵略についても、ロシアが戦っている相手は NATO とか CIA とか国際金融資本だという人たちもいます。そういう人たちは日米合同委員会や影の政府とかいう話もします。話のついでに陰謀論のように世間から理解されないことの一つに積極財政の話もあります。赤字国債は将来の子どもたちへのツケになるとか、MMT 理論は危険だということについては結構誤解があると思っています。基本的にお金があっても物がないとインフレになります。お金がなくても食料でもエネルギーでも何でも過剰にあるときにはインフレになりません。また不況はお金の流れが止まっている状態です。好景気にするにはお金の流れを良くします。人間の体も血液などの流れを良くした方が健康です。ちょっと話がそれましたが、他の話題としては将来の危機ということでは地球温暖化や食糧危機があります。ワクチン接種などについても陰謀論が混ざっていろいろな説が出てきています。さて、そういうことで
いろいろな陰謀論や未確認情報がありますが、それが本当かどうかというのは興味がある人は調べてみていただければと思います。実際それがどのようなものであっても気にせずに世界平和を達成しようというのが今回の動画の趣旨です。世界平和というと非常に大きな話で抽象的なのですが、とりあえずはあなた個人の幸せから考えていただければと思います。世界に目を向けますと、飢餓や戦争、いろいろとありますが、大事なのは個人の単位です。まずはそこを押さえていただきつつ、次はあなたが周囲に与える影響についても考えてみましょう。もしあなたが誰かを傷つけたとします。そうするともしかすると傷つけられた相手はあなたに暴力を振るうかもしれません。あるいはあなたではなくても他の人を傷つけるかもしれません。そうするといわゆる負の連鎖という感じで広がる可能性があります。バタフライ効果というものがありますが、あなたの知らないところで何かが起こるかもしれません。それに対してもしあなたが誰かに親切にしたとしましょう。その場合は傷つけた時ほどには広がっていかない気がします。多分それは世の中にまだ否定性が多いからだと思います。もし天国のような場所であれば、良いことの連鎖が発生するだろうと思っています。さて、ここで少し聞いていただきたいのですが、脳波が同調するという話があります。平和的な人から出る平和的な脳波が周囲の人たちに伝達するということです。信じられないかもしれません。信じられないので、いろいろな人がそれを研究しています。結論としては、どうやらそういうことはありそうだという結果です。研究論文もいくつか発表されています。これがどのように世界平和に結びつくかと言いますと、多くの人たちが超越瞑想を行うことで平和がやってくるという希望です。今の世の中は緊張が高まっています。国と国の対立があります。実際に武力行使をして戦争になっているところもありますし、情報戦争のように表には見えていない部分の争いもあります。軍拡の話はいつもありますが、いよいよ日本もそれに巻き込まれそうです。みんなで一緒に武器を捨てましょう、平和を目指しましょうと声をかけても、不安や恐怖でいっぱいになってくると、武器で自分を守ることで頭がいっぱいです。そして冒頭でも話をしましたが、もしかすると戦争を煽っている人たちがいるかもしれません。和平で合意しようとしている人たちを邪魔したり、裏工作をすることもあるかもしれません。それなので戦争を止めることはできないのかもしれません。日本が武器を準備する方向に確実に進んでいるような気がします。憲法9条を改正するという可能性については、近隣の国々が軍備を増強しているという恐怖によって、日本国民の大勢が日本も武器を持つことを望むようになる可能性もあります。そういう雰囲気が高まっているときに、何か一つでも事件が起こると、一気に日本も戦争準備の方向に進んでいってしまう可能性があります。第一次世界大戦のサラエボ事件のように、何かのきっかけで爆発します。ちなみにサライエボとか表記がありますが、日本ではサラエボ事件で通っていると思います。さて、世界の流れから見れば、自分の国を本気で守ろうとしていない日本はレアだという人もいますので、世界的な傾向は暴力的なものだろうと思います。アメリカとの関係の中でこうなっているのだろうとは思いますが、それはともかく一般的に暴力というのは不安や恐怖が高まってしまうために起こると思いますが、相手も同じ人間です。家族もいます。暴力の後で反省することも多くあります。それなので暴力沙汰になる前に十分に考えた方がいいと思います。ということで、ここからは解決策です。超越瞑想による
脳波の同調の話をします。あなたが超越瞑想をすることで平和の影響が周囲にもたらされます。そういう人を増やすことで平和の波を作りたいと思っています。それは軍備を増強している時でも有効です。憲法改正が行われてしまっても諦めずに続けていきたいです。現状で考えてみると、世界平和を達成する手段としては超越瞑想は優れていると思います。もし他に有効な手段があれば教えていただきたいと思います。いろいろなことをやっていくのはいいですね。私たちの幸せは周囲の人の幸せとワンセットです。今日は科学的な研究については紹介できませんでしたが、いずれ改めて紹介したいと思います。画像だけ少しお見せしておきます。今回はいろいろと陰謀論の話をしましたが、超越瞑想による世界平和も妄想と思われるかもしれません。ただもし可能性があるのであれば、検討してもいいのではないかと思っています。はい、今日の動画はここまでです。超越瞑想に興味を持たれた方、世界平和に参加したいという方は、まずはお近くの瞑想センターで開催されている瞑想の無料説明会にご参加いただければと思います。私は群馬オフィスで活動しています。また今日の動画が興味深かったという方はぜひいいねをお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。今日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。